なるほど。ひとまず概要は分かった。当日までにはこっちの回答を用意しておくよ。他にもまだあるんだっけ？いえ、とりあえず今のところは以上のようです。お疲れ様でした。あ、そっか。ならよかった。けどタンポポとソウのやつ、報告を受けるって言ったらすぐにいなくなって、後で見つけたら説教だな。私らにとっても久しぶりの地元なんだけど。ご主人様は報告を聞いて気になったことはありましたか？だよな。トウカ様もご主人様もすごいよな。こういうこといつもやってるんだろ？よしてくれよ。母さんの真似事をするので精一杯さ。部族集会の議題を聞くだけでこれなんだから、本格的な政務となればもう熱が出て寝込んじゃうんじゃないかな。そうですね。水姉さんはやればできる人ですから、お任せくだされば政務もしっかりとやってみせますよ。おまでそんなに私の仕事を増やしたいのか？嘘は言ってないつもりだけど。買いかぶりすぎだって。そういうのは真面目で頭のいいルオの方が向いてると思うけどな。頭がいいだけじゃダメなんだよ。人の上に立つっていうのは人を引きつける力がないと。清涼の金馬長の名が泣きますよ。ご主人様だってそうですよ。ご主人様でなければ三国同盟はなされなかったでしょうから。ご主人様の言うできることってのが今の平和につながったんだから、そこは胸を張っていいところだと思うぞ。ただのエロエロ魔人じゃないってね。昨夜のお返し。二人ともやっぱり昨夜は。なんか言ったか？なんでもないです。それよりこれからどうしましょうか？この後は特に予定入ってないんだっけ？夜にまた宴会があるくらいですよ。昨日は城の者たちが、今日は町の商人や近隣の長なんかが集まるそうです。ありがたい話だよ。じゃあタンポポたちのところにでも行こうか。そうですね。昨日帰ったばかりですから、今日行くところとなると大体想像できますね。なんにも考えてないような2人だけど、あれでもうちの一族だからな。ご主人様も一緒に来るだろ？ではひとまず厩舎へ向かいましょう。ご主人様たちだ。やっほー、お仕事お疲れ様。違う。ほら、近くに馬も連れてきてるだろ。二人ともこ
こで馬の手入れをしていたんです。ここなら綺麗な水もありますし、馬を離して遊ばせることもできますから。こっちにいる時はよく自分の馬を連れてここに来たんだ。母さんから馬の手入れを叩き込まれたのもここだった。私らにとって馬は家族の一員だからな。乗りこなすだけじゃなく、しっかりと世話ができて一人前なんだ。そうそう、だからご主人様もお姉様の旦那様になるんなら馬の手入れぐらいできないとね。そうだよ、お姉様の手入れだけじゃダメなんだからね。なんでここでそんな話が出てくるんだよ。昨夜はお楽しみだったくせに。いいなあ、そうもご主人様の馬並みでズンズンしてほしい。二人とも昼間から何を言ってるの。ちゃんと馬の世話は済んでるんでしょうね。とっくに終わってるよ。ねえならいいんだけど。あいつらはほっといて私らも始めようか。ご主人様、手順は覚えてるか。それじゃあお手並み拝見ですね。お疲れ様です。あとは櫛で毛艶を整えてあげてくださいね。おう、ご主人様もだいぶ慣れてきた感じだな。大丈夫だって。力をかけすぎてたらちゃんと痛いって教えてくれるから。お疲れ様。ご主人様にきれいにしてもらってその子も喜んでるよ。愛情を持って世話をしてやれば馬もちゃんと応えてくれるからな。それは人間と変わらないよ。馬ってのは草食動物だから、もともと繊細で臆病な生き物なんだ。だからこうして人を乗せたり共に生きる上では信頼関係が大事になる。人のための道具じゃない。馬も大切な仲間なんだ。そう言ってもらえると私たちとしても嬉しいですな。私の言った通り道中の馬の世話をしてもらってよかっただろ。そうですね。まあ腕の方はまだまだみたいだけどな。ご主人様にその気があるなら職に戻ってからも教えてやろうか。自分で手入れをした馬に乗った方が信頼関係もできるしいいことずくめだぞ。おお、任せとけ。
馬一族秘伝のやり方ってのを伝授してやるよ。馬のことでしたらお任せください。毛艶か。それならルオの専門だな。ああ、見比べてみるとよくわかるよ。私やタンポポたちの手入れした馬よりルオの方が綺麗だろ。やってることは同じはずなんだけどな。毛艶だけは昔からルオにはかなわなかったんだ。少し時間をかけてやってるだけだよ。他のことではみんなの方がすごいと思うし。そうですね、例えばタンポポとソウは馬と気持ちを通わせるのが上手ですね。タンポポは気性の荒い馬でも平気で乗りこなしますし、ソウに至っては暴れ馬を話しかけるだけで落ち着かせることができます。あの二人は子供の頃からずっとそうなんだ。私たちもちょっとはできるけど二人ごとじゃないな。二人の無邪気さは馬にとっては余計な警戒心を抱かせず安心できるものなのかもしれませんね。川の水冷たい寒い風邪ひいちゃうかもねそして何より水姉さんの馬術は三国一と言っても過言ではないでしょう。蜀にもアイシャさんやセイさん、パイレンさんのように素晴らしい技術で戦場をかける武将はいますが、水姉さんにはかなわないと思いますよ。まあ馬術に関してはな、こればっかりは譲れないところがあるっていうか、私の誇りみたいなところもあるし。水姉さんはもう別格ですよ。馬を従わせるのではなく、馬の持つ力を最大限引き出す気性ができているっていうか。褒めすぎだって。そうかな、そんなことないと思うけど、ご主人様もそう思いますよね。そうですね、水姉さんほどその言葉が似合う人もいないと思います。やめろって二人とも。さすがにそこまで言われると恥ずかしいっていうか。きっと昨夜もその騎乗技術でご主人様にまたがっていやー、そうもご主人様の暴れ馬を乗りこなしたい。やめろ！お前たちのは根本的に意味が違う。っていうか二人ともいつまで水遊びしてるの？本当に風邪ひいても知らないからね。なんかね、足先とかやばい感じかも。ご主人様、寒いよ。体の芯が冷えちゃった。これはもうご主人様と裸で温め合うしかないね。バカなこと言ってないで上がってきなさい。ったく、そんなに冷えたのならちょっと走ってこいよ。馬たちも退屈してるだろうから。これはちょっと本当に調子に乗りすぎたかも。しゃぶい。自業自得です。まったくもう。せっかくだから2つ向こうの丘まで競争でもしたらどうだ？馬と一緒に走れば体も温まるだろ。賞品は一番になったご褒美。そうだな。一番になった人はご主人様と一日過ごせる件にしよう。それはそれだよ、タンポポ様。いいんですか？それはもう
これは負けられない戦いになったね。手加減なしだからね。そういうことなら私も参加しようかな。水お姉ちゃんが参加したら勝負にならないじゃない。やだ。そうだそうだ、どれだけ実力差があると思ってるんだ。いやでも今回に関しては私もそうたちと同じ意見かなって。ルオまで。ということで水お姉ちゃんは審判よろしくね。チェ分かったよ。はーい、じゃあ位置について。もうお姉様すねないでよ。昨夜いっぱいご主人様に愛してもらったんでしょ。そっか、水お姉ちゃんはまだまだご主人様と子作りし足りない。わかったからそれ以上言うな。それじゃあ行くぞ。よーいドン。出遅れちゃった。反応がご主人様との熱い夜はタンポポがいただいた。まだ諦めるような距離じゃ。いやそうだって負けないもん。なんでもないよ。まあほら今日は天気もいいし馬に乗って走るのにはちょうどいいかなって。あはは。それはそんなことない。そんなことないけど。奥さんとかそんな。ほんとずるいよな、私の旦那様が。私だってやられっぱなしじゃないんだからな。ダメだよ、ここ外だしみんなが帰ってきちゃう。でも今は私ちょっともしかしたらって思って戻ってきてみたら思った通りだったね。まあご主人様のことだから水お姉ちゃんと二人っきりにすればこうなるよね。ということでそう賛成する。待ちなさい。そういやなんで止めるのよ。なんでそれは二人の邪魔をし
ご主人様に可愛がってほしいくせに。そんなこと見てるだけでいいの？私はルオちゃんが行かなくても、そうは行く！だから待っててば！全然追いかけてこないから戻ってみれば。あ、みんなひどいよ。